Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回はララタンクはダメなの？非化戦闘タンクの悩みまとめというテーマでお送りします。今回お話しするテーマはこちら。タンクと重なる DPS、 ララタンクはダメなのか、高難易度でも好きなタンクで遊びたい、飛び道具は使わないべきなのか、この4つのテーマでお送りします。すべてに質問相談いただいています。1つ目、タンクと重なる DPS、 質問読み上げます。虎次郎さんはじめまして。今回は困ったことがあり質問させていただきます。最近タンクを始めたのですが、とにかくタンクと同じ方向で隣やひどい時は重なってくる人がいます。もちろんタンク以外耐えられない攻撃の時はお亡くなりになってます。タンク側にある岩なども DPS に使われてなぜか全員バラバラ、自分が避けれず被弾します。タンクなら耐えれるので仕方なく他の人にその場所を譲りますが、正直モヤモヤします。こっちだって避けれるのなら避けたい、なんでそこにいるのと思う日々です。自分でもうまいわけではないので仕方ないと割り切ってますが、モヤモヤします。こんな時虎次郎さんはどうしてましたか？自分の場合は突っ切ります。モヤモヤしないためには割り切るか突っ切るということが大事だと思います。仕方ないっていう風に割り切るなら、話はそれまでですが、モヤモヤを解消するには突っ切るということが大事でしょう。少なくとも相手がかぶせてきているのにカバーして行かせてあげてるっていう時点で、タンクとしてはね、良きタンクだと思うので、むしろやってやったくらいに思っておけば OK。 ヒーラーが分かる人であれば遠くから見てもカバーしてるのが見えてると思うので、理解した上でヒールをくれると思います。ただ他人が間違っているのに自分がカバーして被弾したら自分だけがミスしているように見えるっていうのは、このゲームでは本当よくあるし、自分もめちゃくちゃ経験しています。今後もコンテンツファインダーなどで行くにはそういった状況が起きると思うので、逆にその状況に対応するように構えておくと、同じような状況が起きてもうまく処理ができるようになります。本来は例えば DPS ならあっちだろっていう場合も、こっちに来ているならカバーで自分があっち行こうっていうこともできるし、タンク強攻撃であれば同じ位置にいれば自分がずれて移動するっていうことをすれば巻き込むのを回避できるっていうこともあります。そこまでやるのかと言われたら、そこまで対応できるタンクとして突っ切ると優秀だしかっこいいねって自分は思います。一時は愚痴もこぼれるとは思いますが、その後にこういう人や初心者もいるよねとリセットします。なので自分のモヤモヤリセット方法ですが、タンクとしてできるだけカバーしてできたらドヤ顔する、それでモヤモヤ解消です。2つ目、ララタンクはダメなのか、質問読み上げます。虎次郎さんこんにちは。最近14を始めた若葉非化戦ですが、質問があります。それは小さい種族はタンクに向いていないのかということです。私はララフェルでエオルゼアで冒険をスタートさせました。 DPS をやっていましたが、最近タンクに興味を持ち戦士を練習しています。こっからが本題なのですが、先日 FC メンバーと ID に行く際にタンクを練習していることを告げると、ララフェルがタンクかと言われてしまいました。ララフェルだとダメなのと聞くと、小さくて見づらいんだよねとのこと。私はまだプレイ歴が短いこともあり、個々のキャラクターの大きさが攻略にどのような影響があるのか分かっていないため、特に有効な反論もできませんでした。しまいには幻想薬とかあるし種族変えたらみたいなことまで言及され、非常にモヤモヤしております。大先輩非化戦である虎次郎さんも小さいタンクは嫌でしょうか？また各ロールにおいてこの種族は NG みたいなことってあるんですか？ご教授いただけたら幸いです。まず結論だけ言うと、種族でロールが NG だなんてことはありません。好きな種族で好きなように遊びましょう。確かにコンテンツによってはララフェルが小さいから見にくい、ララフェルがギミックになるというような意見を耳にしたりします。自分も一時ララフェルにして、高難易度に挑んだことがありますが、視点の高さなど感覚がやや変わるので元に戻した経験があります。とはいえいずれもやっていれば慣れるレベルなので、今質問者さんがララでずっとやっているならその感覚に慣れているので、種族を変えたらかえってやりづらくなる可能性もあります。その相方の人も
単純に慣れていないだけなので、一緒に遊んでいればその人も慣れてきます。気になるポイントは、自分ができていない、慣れていないことを他人のせいにして幻想薬買えとか無茶苦茶なことを言っているんで、それが続くようであればもう一緒に遊ばなくてもいいと思います。ちなみに自分は相方タンクがララで困ったことは一度もありません。例えば高難易度のようにシビアな状況でも、自分がメインタンクで相方のサブタンクがララのタンクでも別に見失うことはないし、小さかってもそもそも名前がついてるからすぐに終えます。なので身近にこのゲームにそこまで慣れていない人の一意見のためだけに好きな種族を変えるのって、このゲームを楽しむための最大の要素をなくすようなものなので、自分の遊びたいものを優先してください。ララが好きだから変えるつもりはないと言っておけば大体の人は理解してくれると思います。そもそもなんですけど、タンクのララって可愛いやん。3つ目、高難易度でも好きなタンクで遊びたい。質問読み上げます。こんにちは。最近 6.0 をクリアしたものです。いつも分かりやすい動画を楽しく拝見しています。まず前置きとして、今後高難易度のコンテンツをタンクで遊ぶつもりでして、どのジョブがいいかを調べると、初心者には戦士がおすすめとある反面、高難易度やレイドは暗黒と多く見かけます。ガンブレは操作が大変だし、ナイトはサブタンク以外は微妙。ここで質問なのですが、今の高難易度はナイトでメインタンクや戦士で ST になっても問題ないのでしょうか？暗黒やガンブレを使えなくても自分のやりたいことを貫ける難易度なのでしょうか？結論から言うと、どのタンクでもどのポジションに行ってもクリアはできます。本当にジョブを厳選するときって、高難易度の霊式を初週で早期攻略を目指したりなど、装備がまだギリギリの段階で挑む場合、火力チェックの場面で負担を減らすためにジョブを厳選するっていう場面もあります。今回の煉獄霊式4層で、ボスの HP の調整ミスでスーパープレイヤーしかクリアできないものだったり、ナイトや戦士の火力が調整ミスがあるように、ジョブに明確な火力差があるのであれば、厳選されるっていう事件もありました。とはいえパーティー全員がミスすることなく、ほぼ完璧にスキル回しや軽減などをできていれば、クリアはできるとは思いますが、早期攻略となるとそのできていない部分の差を埋めるために、どうしても火力が高いジョブを選んだ方がいいよねっていう状況が生まれたのだと思います。ただ現状は調整もされて、さほど差はないんで、どのジョブどのポジションでもクリアは可能です。自分も今固定を組んでいますが、今回ガンブレでメインタンク行ってますし、サブタンクが戦士でやっています。正直くっそ忙しい時がありますが、それでもね、ギミックも慣れているので現状は楽しく遊べています。それに霊式は遊べば遊ぶほど緩和されていくという考えで OK です。早期攻略で例えば初週クリアを目指すなら話は別なので、1から4層までを1ヶ月でクリアすると目標を立てます。1、2層は集中してやると意外と早くクリアすることも多いので、大体は3層4層がストッパーになります。そこで時間をかけて攻略をしていると、1から2層の分の装備が手に入る機会も増えるので、装備がどんどん更新されていきます。すると次の3層の攻略がしやすくなり、次に4層行ったとしても4層攻略には時間がかかることが多いので、その間に装備も徐々に揃ってきて攻略難易度が下がるというのが基本の流れです。そうなるとある程度シビアではありますが、ナイトがメインタンクだからとか戦士がサブタンクだからとかでクリアができないってことがそもそもなくなります。というか初週からでも自分は今期はガンブレでメインタンクやるって決めてたので、それを貫いてやって3層までは初週でいけたので、別にやろうと思えばね、いけるとは思います。運営の方針や調整を見る限りは、どのジョブがどのポジションに行ってもクリアできるようにしているとは思うので、よほどの調整ミスがない限りは変わらずに遊べるのかなと思うので、好きなジョブで好きなポジションを遊べばいいと思います。ただし一般常識的なものがあって、性能上戦士はメインタンク向け、ナイトはサブタンク向けとありますが、自分はうまく使えば逆も全然ありと考えているんで、その風習があるのだけは頭の片隅に入れておくといいです。なのでそういったポジションでやる場合は、基本は自分がパーティー募集などを立てるようにするとやりやすいです。4つ目、飛び道具は使わないべきなのか。質問を読み上げます。いつも楽しく拝見させていただいています。
私はいつも DPS で遊んでいます。トラジオさんはタンクをされているということで、 DPS から見てタンクさんはこれだけは絶対にやめてくださいと思っていることをお話ししたいと思います。それは ID で敵グループに接触する際に飛び道具でヘイトを取ろうとする行動です。あれは絶対にやめてほしいです。というのも、飛び道具一発で敵グループ全体のヘイトを取れていると勘違いされている方がとても多くて、取れていない敵を DPS が攻撃した時にその敵のヘイトを取ってしまいます。タンクさんはそれに気づかずヘイトを取り返さないで戦い続ける方がとても多いです。中にはヘイトを取り返さないまま次のグループへ走り出すタンクさんもいらっしゃいます。範囲攻撃でちゃんと取り返すタンクさんもいますが、そうでないタンクさんが多いので、それであれば飛び道具は使わないで最初から敵に近づいて範囲攻撃をやってしっかりヘイトを取ってほしいです。特に範囲攻撃が得意な魔法系の DPS だとこういったことが多発するので、トラジオさんからもちゃんとヘイトを取れないなら飛び道具でヘイトを取るのはやめてくださいって言ってください。よろしくお願いします。これに関しては相対的に話をしますが、むしろ飛び道具を使うべきだと思います。一番最初にファーストアタックをして敵を誘導することが大事なのと、コンテンツファインダーだと多い先釣りに対抗するためにも基本はこちらで敵を釣るべきだと思います。一つ疑問なのは、なぜ DPS はヘイトがタンクに固まる前に攻撃を入れているかの点です。そりゃヘイト取っちゃうでしょっていう話なんですけど、この流れを見るとタンクが単体攻撃しかしていないっていう流れになります。もしくは可能性として考えられるのは、タンクが範囲攻撃を当てる前に DPS が攻撃を入れてヘイトを取ってしまい、その後にタンクは範囲攻撃入れたけど一発しか当たっていなくてヘイトを取り戻せずにそのまま別の敵を単体攻撃するという可能性も考えられます。その場を見ていないので細かくは分かりませんが、少なくとも初心者タンクに伝えたいのは ID では先に敵を釣って範囲攻撃を連打、これをまずは念入りにするべきだと伝えます。結局のところファーストアタックを入れないとコンテンツファインダーでは余計事故りやすいっていうのと、遠目線などに向けても慣れておくためにまずはこの動きを徹底することを伝えます。仮に範囲攻撃を打たない人がいるなら、その場で範囲攻撃を打つべきことを伝えるべきだと思うし、伝えればその場で解決できると思うので試してはいかがでしょうか。はい、ということで今回の解説は以上になりますが、タンク視点からも DPS 視点からもそれぞれの疑問に思うこと、悩むことはあると思いますが、実際にやってみるとその場その場でね、状況が違ったりするんで細かいところまでは分かりませんが、試した方がいいと思うのは、その初心者さんにその場でちょっとアドバイスとか伝えて解決できるのであれば、それはねぜひした方がいいんじゃないかなと個人的には思います。今規約が怖くてちょっとトラブルになったら怖いっていうのはあるかもしれませんが、やっぱりアドバイスするっていうことはね非常にいいと思うし、それってアドバイスする側も自分のためになるようなこともあったりするんで、自分の場合はねそれ全然やっていった方がいいんじゃないかなと思います。こんな初心者がいたとかね、何チャンネルとかでなんか晒すように愚痴るぐらいであればその場で解決した方が自分はいいと思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。とっとととらとらじろう、とっとととらとらじろう、こんな感じに生きてゆくとらじろう。